Hi everyone, I'm Hana. Welcome back to Hanaka's Japanese. I'm Hana. こんにちは、私はHanaです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日はですね、もうすぐ4月も終わって5月が始まるっていうことで、5月病について話してみたいと思います。5月病っていうのが、日本独特の言葉というか、症状だと思うんですけど、なんでこの話をしようかと思ったかっていうと、最近いろんな友達とか、あとは日本語のレッスンで世界中の人と話す機会があって、で、やっぱり私が思ってる以上にみんなストレスそれぞれ抱えてたり、精神病っていうか、メンタルシックになってる人も多くて、で、私もそういう経験があったからこそ、なんか当たり前のことなんだなってすごい思うことが何回かあって、ちょっとこの話をしてみたいなと思いました。で、私のポッドキャスト聞いてる人にも、そういう自分のストレスとかネガティブな感情とか自分のなんて言うんだろう、まあそうですね、なんかハッピーじゃない瞬間を楽しめない人がたくさんいると思うんですけど、まあそういう時にどうやって対処しているかっていうのを、みんなでシェアしながらやっていけたらいいなと思ってて、で、別に私がなんかこの方法がいいとか答えがあるわけではなくて、本当になんか私が最近感じたこととか、日本の文化として伝えていきたいなと思ってます。で、5月病っていうのは、日本独特の言葉で、4月に日本は学校とか、会社とか新しい生活が始まる一つの説明なんですけど、すいません、一つの節目なんですけど、その4月に新しいクラスとか新しい会社、あとは新しい同僚の人とかと一緒に生活していて、4月すごい気持ちが張って緊張してる人も多いと思うんですけど、1ヶ月頑張りすぎた後に5月に急にやる気がなくなってしまう状態のことを5月病って言います。で、なんでこれが日本独特かっていうと、まずその4月が学校とかの始まりっていうのもそうだし、その後5月の頭、5月の始まりにゴールデンウィークが日本はあるんですよね。で、ゴールデンウィークの時、よかったら1週間とかぐらい休みだと思うんですけど、学校とか会社が1週間休みになって、またゴールデンウィークの後にいつもの生活に戻らなきゃいけないってなった時に、もう行きたくないとかやる気が出ないってなってしまいやすいので、もしかしたら他の国にもこういう5月病みたいな言葉があるかもしれないんですけど、日本では5月、5月病、May sick、5月病って言います。で、私は特に5月病を感じたことはないですけど、なんか周りでそんなに言ってる人もいないけど、4月が始まって大変、新しい生活が始まって大変って言ってる人は結構います。なんかそれでやる気がなくなっているとかはなさそうですけど、大変そうな人はいますね。社会人1年目とか
は結構気を使う瞬間も多いと思うので、疲れてる人もちらほら聞きます。で、私は女性独特なこと、女性しかないことだと思うんですけど、ホルモンが1ヶ月に1回女性は生理とかで変わるじゃないですか。変わる1ヶ月に1回っていうか、1ヶ月の中で安定したハッピーな時と、悲しい食欲がすごい増してる時とみたいなあるじゃないですか。だから私はどっちかっていうと別に5月病とか関係なくて、こういう生理周期とかで割とメンタルがブレやすいんですけど、なので女性はこの気持ちわかると思います。でも男性もホルモンによっていろいろ変わるらしくて、最近友達が男性は年齢とともにどんどん男性ホルモンが減っていっちゃうからやる気がなくなってしまうみたいなことを言っていて、で逆に女性は年齢とともに男性ホルモンが増えるのかな。だからすごい女性は年々いろんなことやりたくなるみたいな感じのことを聞きました。で、実際どうなんですかね。男性のことは私はわからないんですけど、やっぱり10代、20代、30代、40代でやる気とかメンタルの部分で変わってくる部分もあるのかなって思うんですけど、でも確かに私が知ってる限り、日本人の男性で30代40代の方たちはストレス感じてるかどうかは別ですけど、寂しい人が多いのかなって思うことはあります。でもこれは本当に私の今まで出会ってきた人たち限定になっちゃうから一括りにはできないんですけど、日本ってこの間外国人の友達にも言われたんですけど、キャバクラとかガールズバーとか風俗とかっていう文化もあるじゃないですか。でそれが本当にビジネスとして社会の一部に成り立っていて、私たちの生活にすごい浸透しているから、旦那さんとか彼氏がキャバクラに行っても、それぐらいいいじゃんみたいな人もすごい多いと思うし、価値観は人それぞれだと思うので、だと思うんですけど、で実際私ももし彼氏がキャバクラとか行ったらどう思うかみたいなこと聞かれたんですけど、仕事とかしょうがなかったら、しょうがないのかなって思っちゃうから、何の話でしたっけ。とにかくそう日本ってやっぱりストレス忍耐力というかストレスを抱え込む人が多いのかなと思ってて、で私が今まで出会ってきた30代40代の男性とかだと寂しいというか自分の居場所が見つけられてない人とかもいいのかなって思ったりしてました。もちろん本当に人によると思うんですけど、ご家族がいてもう孤独なんて感じる暇がないぐらい充実してる人もいると思うし、いろんな人がねいると思うんですけど、で私はそういう孤独とか
負の感情が100% 悪いこととは思ってなくて、そういうストレスだったり寂しい悲しいとか負の感情の中から生まれるものの方がポジティブな感情より多いと思ってて、例えばすごい落ち込んだ時に自分の何が悪かったのかなとか向き合う機会ができたり、客観的に自分を見る機会ができて、じゃあ次はもっと人にこうやって接しようかなとか、こうやって言おうかなとか、仕事でこういうミスしないようにやろうかなとか、そういう風に改善もできるし、まあずっと楽しくてハッピーみたいな人は人間じゃないと思うから、当たり前の感情なんですけど、そのネガティブな感情から生まれるものの方が美しいって私は思ってて、まあこれは本当に好みだと思うんですけど、例えば映画とか本とかでも私は結構暗い映画とかすごい好きで、人間の感情が一番面白いなって思うので、そういうのがすごい好きなんですけど、例えばだから派手なファンタジーとかももちろん好きだし、ウィキッドとかも面白いともちろん思うけど、それよりも派手なものじゃなくても人間のバカだなみたいな愚かなものとか、人には言えないドロドロした感情とか、そういうストーリーの映画とかドラマとかの方が人間って結局動物なんだなってすごい刺さるというか好きなんですけど、だから私が根本的に陰と陽の明るいか暗いかっていう感情で言うと、暗い感情とかの方が人間らしくて、そこから生まれるものの方が学びが多いって思っているタイプなんですけど、だからといって日々ずっとネガティブなこと言ってる人は好きじゃないですね。本当にそういう人とは距離を取るし、関わりたくはないんですけど、じゃあそういう感情をどう対処するかっていうのをみんなにすごい聞きたいんですけど、みんなはどうやってストレス対処してるんですか？私は結構ストレス感じたり、悩むことがあったり、負の感情は誰にも言わないで自分の中で消化していくことが多くて、なんでかっていうと、そのネガティブな感情とかイライラ、ストレスを他人に言ったところで何にも意味ないって思っちゃうタイプで、何も生まれないし解決されないから、言っても意味ないなと思ってあんまり言わないので、一人でいろいろ考えて、でたまにストレス発散で泣ける映画とか見て泣いたり、お風呂ゆっくり使って自分の時間を取ったりみたいな感じで自分で解決することが多いんですけど、たまにすごいずっと同じ話を愚痴ってる人がいるじゃないですか。それは本当に何が言いたいのかなって思っちゃって、私冷たい人間かもしれないんですけど、特に
女の子とか多いのかなって思うんですけど、その愚痴とかをずっと言ってて、で何回も言ってるから、なんかアドバイスしたくなる、こうしたらいいんじゃないとか言ったら、なんか多分それは彼女たちが求めてる答えじゃないから、いやなんかそうじゃなくてみたいな感じになっちゃうので、基本的にあんまり女の子が愚痴を言いたいときはもううんうんって何も言わずに聞くのが一番いいのかなと思うんですけど、でも時間私だったら本当に人には言わないです。無駄だから。ただ私がもし誰かに話すときは相談ですね。こんなことがあってこんなことがあったんだけどどうしたらいいと思うとか、そういうなんか相談ベースの話とか多いんですけど、でもやっぱり私が映画を見てなんか泣いたりするみたいに、みんな友達とかと話してストレス発散するのかな。そうだから友達に周りに言っても意味ないから言わないっていうのもあるし、あともう一つの理由はネガティブな感情って結構伝染するじゃないですか。なんか移っちゃうと思ってて、私がこの悲しいとかなんかこんなことあってイライラしてとかっていうのを友達に言ったら、なんか友達もそれを吸収しちゃうと思ってて、なんか友達といるときはなんかできるだけ楽しい話した方がなんか自分も楽しいしみんなも楽しいなって思うから、なんかそんな感じで私は言わないんですけど、みんなどうやってストレス発散してんのかなって気になりました。で、そういう5月病とか、例えば、今はストレスの話だったけど、それがこう、ちりつもになって、なんか鬱になったり、いろんな人いるじゃないですか。で、その上で、私の意見というか考え方としては、なんかもう、今、この2026年に生きてる人たち、ほとんど全員精神病があると思ってて、例えば私とかはどう考えてもADHD だし多動症だし、もうずっと動いてる、もう頭もずっと動いてるし体もずっと動いてます。なんか多分私と日本語のレッスンしたことある人は気づいてると思うんですけど、私ずっとこうやって体が動いてるんですね。本当にだからじっとするのが苦手なので、もう社会人としてもう問題だと思うんですけど、もうそれももうねしょうがないです本当に。私これで生きてきちゃったから。ただもちろん他人に不快な思いとか迷惑はかけないように生きてはいきたいなと思ってるんですけど、もうそういう自分ではどうしようもできない部分に関してもう何も感じる必要はないなと思って、私のモットーがもうしなくていい我慢はしないっていうモットーがあるんですけど、とにかくもう自分を受け入れる、その上で人様に迷惑をかけるようなことはよろしくないので変えていこうっていうスタンスなんですけど、でなんでこの話になったかっていうと、最近日本語のレッスンを生徒としていて、でその生徒が自分はこう病気があってなんか自閉症があるって教えてくれたんですね。でもそんなに症状で言うと、軽いか重いかで言うと軽いと思うんですけど、普通に会話はできるし社会生活も遅れているし症状は軽いと思うんですけど、でそうやって教えてくれて、でその人は
言いたくなかったみたいなんですね。で、なんでかっていうと、その自閉症っていうことを昔友達に、日本人の友達に言った時に、日本人はあなたと友達になりたくないって思うと思うから、あなたが自閉症だっていうことを隠した方がいい。絶対言っちゃダメだよって言われたらしくて、でその子はそれがすごい頭に残ってて、日本人と話すときになんか自分がそういう病気があるってバレないかなって心配してるっていう話をしてくれたんですけど、めっちゃおかしくないですか？なんか自閉症なことを隠した方がいいとか、日本人友達になりたいと思わなくなるからとか言われたって聞いて、もうめっちゃびっくりして、なんかそんなこと絶対ないでしょっていう。だってもうコントロールできなくないですか？どうでもよくないですか？その自閉症、この人が自閉症かどうか。だって普通に会話できて、会話できなかったとしても、なんかそこに楽しいとかいろんな友情が芽生えてたら、自閉症だからって何にも変わらないし、もう変えられないし、もうそのアドバイスした人はマジで何を言ってた、どういうつもりでそれを言ったんだろうってびっくりしちゃったんですけど、私がもうそれで日本人がそれで友達になりたくないとかはないから気にしなくていいよっていう話をしてて、でもそんなことを言ったら私も ADHD だし、みんなもう病気、 SNS とかでもうみんな集中力なくなってるから、もうたくさんの人 ADHD だし、もうね、もうそんなこと言い出したらみんな大なり小なり病気持ってるんで気にしなくていいっていう話をしてたんですけど、みんなも周りにそういう人がいた時にどうでもよくないですか？ちょっとコメントとかでこういうのトピックについてじゃなくても、なんかストレス発散とか、周りにそういう友達がいて生きづらそうとかいう人いたりすれば、なんか全然名前言わなくていいからコメントしてくれたらすごい嬉しいんですけど、なんか私日本語を勉強する日本語の先生をしている立場からして、なんか日本語の先生、日本語に限らず先生はその日本語を教えるっていう仕事ももちろんあるんですけど、その人の、生活とかまず入っていて友達になる感覚なので、なんて言うんだろう、なんかそういう子たちが何が言いたかったのかな、すいません、ちょっと待ってくださいね。そうだから日本語をその先生してて、なんか私の学生はそうだから、そういう私が結構もう友達みたいになっちゃって、いろんな話すごいズカズカ聞いちゃうので、なんか家族の問題とか離婚しそうとかそういう病気のこととか結構みんな話してくれるし、私も話すし、なんか今日何しましたかとか、週末何しますかとか、そういう普通の会話ももちろんいいけど、普通じゃないっていうか、なんだろう、日本人の友達と話すみたいにみんなとも知っていきたいし、話していきたいですよね。だからそういう会話よく生徒がしてくれるんですけど、だからそれで本当すごいいろんなほとんどの人が、ほとんどって言ったらあれだけど、
私が最初日本語の先生をする前思っていた、大学生の時の私が思っていた以上に、世界中そういう病気、メンタルの病気と抱えてる、メンタルの病気と戦ってる人がすごい多いなって思いました。で、それに対して対処法がわからない人も結構多いのかなと思ってて、いろいろね、例えば病院に行くとか、友達に話すとか、親に頼るとか、いろんなものもあると思うんですけど、それの一つとしてこういう言語の勉強とか趣味を見つけたり、日本のアニメとか漫画とかゲームっていうところに自分の居場所を見つけて、熱中できるものを見つけて、自分の第二の家みたいな感じで日本にいるとすごい落ち着くっていう人もいると思うし、そういう感覚、そういう感覚の学生が少なくとも私の学生の中には多い気がします。でそれはすごいいいことだと思ってて、なのでその一部、みんなの趣味とか第二の居場所として日本語の勉強とか日本の文化っていう居場所の一部に自分が慣れて、少しでも楽しんでもらったり勉強のサポートできてるのであればすごい嬉しいなと思ってて、なので私はどっちかっていうと日本語を教えることももちろん好きだけど、その先にあるみんなとの生活を見させてもらったり、人としてのつながりとかが楽しいから日本語の先生はもう5年6年続けられてるんだろうなって思うんですけど、だからありがたいですね。そうで、そのメンタルの話に戻ると、だからみんな頑張ってて偉いってことですね、本当に。もう最終的にはそこ、もう優しい人ほどストレス抱えちゃうから、もうみんなもっとずぶっとく生きた方がいいのではないでしょうかというマインドで私は生きてます。もうしなくていい、我慢はしない。完璧な人間はいない。ネガティブな感情は当たり前。で、自分のいいところは誰かにとって悪いことだし、自分の悪いところは誰かにとって羨ましい部分だし、もう一生それの連続なのでね。だから私本当にさっき ADHD とかいう話したんですけど、もう傍から見たらすごい話も飛んでいく、いろんなトピックがどんどん移っていって、まとまりのない会話をすごいしちゃうので、周りの人からしたらこの子大丈夫かなみたいな感じだと思うんですけど、だし興味ないことは本当にできないんですね。もう協調性がゼロだけど、でも何か集中するものができたらすごい集中できるタイプなので、そのおかげで多分こういうじゃあ日本語やりたい、日本語の先生とか日本語のコンテンツ作りたいとかでバーって集中できたり、例えば他の今の自分がやってる仕事とかビジネスやりたいでビジネスのことバーって集中できたりできるので、本当良くもいいところと悪いところはもう両方同時に言えますよね。だから日本語で言うと紙一重ですよね。そう。私は行動力があるけど忍耐力がないので、もう明るいしいっぱい話すけど気分屋なので急に黙るし、とにかくね、みんなのいいところはいいところもみんなの悪いところももう何でも物は言いようなので気にしなくていい。
優しい人ほどストレス抱えちゃうから、もっとずぶとく生きてほしい。そんなことをね、言いたかったんです。すごいまとまりなかったんですけど、いろんな単語をみんなが勉強できてたら何よりも嬉しいです。じゃあ4月終わって5月に入っていきますけど、5月病吹き飛ばしてみんなであんまり細かいことは気にせず楽しんでいきましょう。またちょっと私の昔の過去の経験とかについては他のエピソードで話していきたいと思います。じゃあ今日はここまでです。Thank you for listening. I will see you in the next episode. ありがとうございます。またね。